会の産業まとめ。韓国電気自動車で相次ぐ火災。原因は未だに調査中？ヒュンダイ自動車は隠蔽している？韓国ヒュンダイ自動車コナの電気自動車モデルは2018年4月の販売開始以降、国内だけで3万台近く売れた人気車種。しかし最近火災が相次いで発生し、バッテリー周りに原因があるのではないかという憶測が飛び交っています。火災はこれまでに判明しているのは海外2件と国内8件の合計10件。2018年の2件はウルサンの生産ラインで火災が発生しています。火災はほとんどが7月下旬から8月にかけてであり、真夏の猛暑という気候的影響が関連しているのではないかという推測もあります。火災発生も充電中、未充電、充電後、走行中など様々で、供給している LG 化学側も原因が絞りきれていないとしています。ヒュンダイ自動車も現在原因の調査中とだけコメントを出しています。8月7日に発生したという火災については主要メディアで報道されず、24日の火災は YouTube を通じて表沙汰となったようです。一部ではバッテリー管理システムに問題があるのではないかと疑われていましたが、8月24日に火災が発生した車両はソフトウェア更新後であると判明しています。主要メディアで取り上げられることのなかったこの問題はついには国民請願に上がってきて、ヒュンダイ自動車に厳しく政府が管理監督するよう訴えています。編集所管。今回の概要。この報道を取り上げた理由。中国製を批判している場合。求められるのは品質と真摯な対応。このチャンネルではあまり事故に関しては扱わないようにしているつもりです。事故というのはどこでもどの製品でも起こりうるものですし、それをもってしてメーカーの信頼性が低いとするのは不適切だと思うからです。自動車のリコールも同じで、世界中で様々なメーカーの様々な車種のリコールが行われています。販売台数や製造ライン数などの正確な統計をもとにして算出しない限り、どこのメーカーが際立って劣るというのは分かりにくいです。私が今回この報道に目をつけたのは、最近韓国で中国メーカー CATL のバッテリーは信頼性が低く、相次いで火災が発生していると報じているからです。最近では LG 化学のバッテリーがテスラに採用されて僅差でシェア1位を獲得し、韓国国内では危機として報じられました。中国で1位の CATL は、8月に2件、5月にも1件の火災事故を起こして品質上に問題がある。CATL のバッテリーは韓国のバッテリーと比較すると技術格差が2、3年はあって、韓国メーカーの技術優位性が明らかだとしています。そのご自慢の LG 化学のバッテリーですが、今年は5月に1件、8月に2件の火災事故が発生していて、CATL と全く同じと言えます。これはヒュンダイ自動車のコナエレクトリックという単一車種での火災件数なので、実際には他にも発生しているかもしれません。厳密には生産台数を比較しなければどちらの火災が発生しやすいかまでは断定できませんが、よその国を低品質と嘲笑している場合ではないと思います。韓国メディアが取り上げた広州記者のアイオン S は2019年実績で3万2000台。コナは4万4000台なので同じ件数ならコナの方がまだ安全性が高いと言えるってこと。コナは昨年も7月から9月で5件も火災事故を起こしているのでどんぐりの背比べといったところでしょうか。こうした韓国企業称賛報道が背景にあるからか、8月上旬に発生したコナの火災については主要メディアが報じず、さらにはニュースが削除されたという主張まであります。これにはヒュンダイ自動車が意図的に事故を隠蔽しようとしているのではないかという疑惑まで囁かれるに至っています。2018年の工場火災で消防に通報しなかったり、他の事故でも消防との合同鑑識に参加しなかったなどと報じられています。1年間、政府や消費者に通知しなかったとも報じられていますね。昨年9月に国土部がこの車両を問題視して調査を依頼していますが、未だに調査結果は出ていないとのことです。1年近く経っても原因がわからないまま問題がないかのように扱われているのです。バッテリーは完全に安全とは言い切れないものなので火災事故が発生する可能性は当然あり、様々な技術によってこの危険性を下げる必要があります。これは全メーカー共通の課題であり、様々な試行錯誤が行われているようです。最近韓国の報道で目につくのがこうした自国称賛報道で、それ自体は悪くないですが、一部で暴走気味と感じます。不都合を隠して不適切な比較で海外メーカーを批判するようなやり方。日本の YouTube でもよく見られるけど、あれは提出メディアだから放っておいて。
ですので今回のこうした中国メーカー批判や隠蔽とも取れる報道姿勢には違和感を覚えます。韓国としては、火災事故連発の報道がテスラの耳に入ってバッテリーの安全性が疑問視されるのを防ぎたいんですかね。そんなくだらないものより消費者の利益追求のため、ヒュンダイ自動車は情報公開を積極的に行うこと。そしてメディアも国益云々のためかメーカー圧力か知りませんが、そんなものでひそひそせず、堂々と報じてほしいものです。電気自動車ってどうなんですかね。楽しそうですね。何が？運転が？軽快なのかな？スイーって走りそう。ガソリン車みたいにボンボン言わないだろうからね。でも充電中に火災とか怖いですね。一軒家の人だと下手したら燃えますよね。充電中じゃなくても発火するらしいですよ。え、そうなの？やばくない？やばいですよ。だから問題なんです。燃え移ったりはしていないようですけどね。バッテリーの問題ですよね。他に燃えるものってないですよね。そう思うんですけど、カナダの場合はバッテリーの問題ではないという見解も出ていますね。ガレージの屋根に穴が開いてたけど。ガレージって今時燃える素材使わないですよね。いや、爆発で吹き飛んだらしいですよ。え、火が出るだけじゃなくて爆発するの？そうみたいですね。通常は煙が出て発火するだけらしいですけど。太陽光でもバッテリーが燃えてませんでしたっけ？韓国では相次いで発生しましたね。エネルギー貯蔵装置のバッテリーが原因の火災事故が何件も発生していますね。メーカーは責任逃れをしているようですけど、専門家による委員会ではバッテリーの問題が指摘されていますね。こういうのを聞くと電気自動車も怖いですね。ハイブリッドも電池入っているから同じですけどね。あ、そうか。じゃあやっぱりバッテリーで選んだ方がいいんですかね。でもバッテリーは完全に安全ではないので、総合的な安全性で選べばいいんじゃないですかね。どっちにしろヒュンダイとか乗らないからいいや。中国の車も。日本だと買うのも難しいですからね。アフターサービスも期待できないし。なんだか韓国メーカーのバッテリーは危険だって刷り込まれてますけど。全然刷り込んでないから、あくまで事実を報道しているだけです。テスラでも火災は発生しているし、今回は韓国メディアは中国製バッテリーを批判している場合か、というのが主題で。中国並みに怖いってことが分かりました。車のもそうですけど、やっぱり太陽光の火災もあって恐ろしいイメージが私にはありますね。危険だと断定はしないですよ。個人的なイメージです。イメージ。今回私の中では、中国、韓国、バッテリー、怖い、みたいな感じです。まとめると、中国と韓国のバッテリーは怖い。つなげただけですね。そうですね。でもそういう印象です。改めて自動車メーカー別だったり車種別だったりバッテリーメーカー別の比較が必要ですけどね。なのでその認識が正しいかどうかはまだはっきりしていないということは覚えておいてください。無理でしょ。もう印象に残ったから。それが偏見っていうものですよ。そっか。毎回ネタに苦しんでいるこのコーナーですけど。ネタってそんなにないですよね。だいたい最近ほとんどが私のネタじゃないですか。だって私の生活はほとんど変化がないからね。体重もだけど。減らない？減らないね。努力が虚しくなってくるよ。毎日測ってる？測ってない。測っても測らなくても減ってない。寂しいね。寂しいって言わないでよ。本当に寂しくなるから。ペットを飼うといいらしいよ。ペットを飼うとペットで全ての寂しさを紛らわせるから良くないらしいよ。知ってる。行ってみただけ。マンションはペット OK なの？知らない。ダメなんじゃない。誰も飼ってないし。そうなんだ。私も知らないけど多分ダメだと思う。エレベーターとかでペット見たことない。猫なら部屋で飼ってるかもじゃない。あとはお散歩がいらない小動物とか。ハムスターとか？コオロギとか。うわ、コオロギって一時期お姉ちゃんが飼ってたけどどうなったのかな？もう飽きたんじゃない？出張か旅行か何かで家を空けた時に世話を頼まれたような気がする。何するの？餌をやるんだっけ？私虫嫌いだから気持ち悪かった。コオロギってゴキブリみたいだよね。そう、跳ねて鳴くゴキブリ。佃煮とかあるんだっけ？知らない。気持ち悪い。あれ、コオロギじゃなくてスズムシだったかも。似たようなもんでしょ？そうそう、どっちにしろ気持ち悪い。